こんにちは、りなです。前に動画のコメント欄の方に視聴者の方が、私は眉の高さが左右違うので描くのに苦労してます。今度高さを同じに描く方法を教えてほしいです。というふうにおっしゃっていたので、今日はねその辺のお話をしていきます。今私描いてない素の状態の眉毛なんですけど、私の眉毛ねこう左右で結構形が違うんですよ。こっちの方が上気味で横に長めですね。なので眉毛を描くときは私はなるべくねこっちの眉毛を気持ち下げる感じで、こっち側上げる感じにして描いてます。でこう高さの違う眉毛があったら、高い方の下側をねこうやって描き足してあげて、で低い方は上側を描き足してあげることで、なるべく左右の高さをね気持ち揃えるようにしてます。実際に私の眉毛でやってみます。使うのはこちらおなじみ RMK のパウダーアイブロウです。この黒に近いグレーを使っていきます。こっちの方が、高さがあるので下をね気持ち、多めに描く感じかな。こっち側はちょっと上げてあげる、気持ち上げてあげる感じ。あんま足しすぎると不自然になっちゃうと思うので、気持ち程度でいいのかなと。多少ね高さが違ってもそんなに多分分かんないとか気にならないかなとは思うので、本当に気持ち足してあげる程度でいいんじゃないかなと思います。こっちの眉毛の方がこの眉山がすごく上なんですよ。なのでこっちも眉山をねちょっと足してあげます。こっちはこうまっすぐなのに対してこっちがちょっとこう山になってしまっているので、少し足して、まっすぐなラインにして揃えてあげます。であとはこう薄いところをね濃くしてあげたりして濃淡も揃えてあげます。そうこの指絆創膏貼ってるんですけど、これね怪我とかじゃなくて食器洗い洗剤がかぶれちゃったのね、合わなくて、それでちょっとぐちゃぐちゃっていう感じっていうかブツブツって感じになってるので、今絆創膏で隠してます。本当は湿疹とかこういうのね貼らない方がいいと思うんですけど、動画の時だけ貼ってます。なんかね新しい種類の洗剤をね使ってみたらねすごいかぶれちゃって、今ゴム手袋つけて食器洗いするようにしてるんだけど、なかなか治らなくて、こう一回荒れちゃうと手ってなかなかね、治んないよね。そうちょっとここ描きすぎたかなと思うけど、とりあえずいいか。こう見比べて対象になるように
どうかなどうかな。もともとねこっちの方がだいぶ上目ではあったんですけど、かなり下を足してあげて、でこっちは上側を足してあげることで高さがねだいぶ揃ってる風に見えるんじゃないかなと思いますが、どうでしょうか。で一つ注意点があるんですけれども、描き足す時の色はかなり濃いめの色がいいと思います。全くね眉毛が入ってない場所に眉毛を描き足す場合は、自分の地眉毛の色とね同じぐらい、もしくはそれより濃いめのものを使った方がよりね自然な感じにね描き足せると思います。ここで描き足す時に薄めの色を選んじゃうとなんかね分かっちゃうんですよ。あ、描き足してるなっていうのが。でなんかちょっと不自然な感じの眉毛になりやすいと思うので、描き足す時にはなるべく濃いめの色を使う方がいいと思います。でそのあたりのことはこちらの動画内で詳しくお話ししているので、よろしければご覧になってみてください。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。人間の顔って左右対称ではないらしいんですよね。なので眉毛の形も左右で全然違っても、気にすることではないのかなとは思います。で私自身普段全然メイクをしないので、この左右非対称の眉毛のまま何も気にせず生きてはいるんですけれども、ただフルメイクをする時、しっかりとメイクをする時には左右の眉毛の形をなるべく対称に描いてあげた方がすっきりしたフォーマルなね印象になるかなとは思っているので、私はメイクをねしっかりとする時にはなるべく左右対称になるように心がけて描いています。なので私もそういう方が好きだよっていう方はね、是非今日の動画何かしら参考にしていただけたら嬉しいなって思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。